どうもこんにちは、デミコです。はい。ですね、今日はね、何をやっていこうかと言いますと、はい、モザイクのね、パターンをね、やった後に、撮ろうっちゅうことで撮ってるんですけど、ですね、何をやるかっていう、その前に、ちょっとね、一つね、お見せしたいものがございます。はい。いや、帰ってきてね、何をやろうかなってた時に、そうだ、これをやりたかったんだっていうのが一つあって、いろいろあるんですよ。やらなきゃいけないこといっぱいある。やらなきゃいけないことはいっぱいある。だけど、自分の中で、そうだ、これをやりたかったんだっていうのが一つあってですね。でそれをするためにはね、やっぱりね、どう考えてもやっぱり、ポチッとなしないとダメだろうと。いや、これはね、だからね、日本で買おうかなと思ったけど、やめて、買わなかったものを、帰ってきて、やっぱり買った方がいいなと思って、で、ちょっと密林の方を探したらですね、日本より安いんですよ、値段が。安かったんで、じゃあいいや、買っちゃえと思って。相当安かったです。安かった。安かったと言っても、安いのは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、っていうのも今からお見せしますけどもね。でね、ポチったわけですよ。でね、そしたらその日の夜に届きまして、一応こっちではね、プライム入ってるんですよ。なんて言ったらいいのかな。まがいの、あれでどこをね、ポチッとなしたのかわかんないけどね、勝手にプライムに入ってたっていうね。お試しでポチッとなして、それで、切るの忘れて入ってたとか、それじゃありません。それ一回やったことあります。それ、やったことあるんですけど、それは切りました。で、もうプライム入るつもりなくって、だけどいつの間にかプライム入ってたっていう。あれなんで落とされてんのっていう。で、1年間ボンと勝手に落とされちゃうから、いいや、じゃあ1年利用するかと思って、せっかくプライムだから、じゃあその日に送ってもらおうと思って送ってもらったんですけど、そんな高くないんでね、別にね、いいんですけど、でね、ちょっとベリベリとこの辺剥がして、一応確認してあるわけですよ、なんかね。で、これ出しますよ。何買ったかっていうとですね、今日やろうと思ってることに必要なものを買いました。何かっていうと、じゃん、これです。ニットプロ。ね、リットプロ。どここれ、インターチェンジャブル、アフガン、チュニジアン、クロシエ、フックセットでございます。アフガン針の、付け替えできるやつのセットを買いました。でね、まだね、これ開けてないんだな。今ちょっと開けていこうってね。ちょっと音するけどごめんね。今これちょっと開けていこうって魂胆でございます。でね、ちょっとね、これね、ちょっと、ニットプロさん、ニットプロじゃないね、これ、密林さんかな。ニットプロさんかどっちかわかんないけどさ、これさ、ここさ、ちょっと見てくれる？これ 3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0 はいいんですよ。ね。for cable to create needle length って書いてあるでしょ？これ60センチが1本緑のが入ってるよと。で、80センチが2個オレンジのが入ってるよ。100センチ赤いのが1本入ってるよって書いてあるけど、全部で4本入ってるの。で、あとはアクセサリーで、8 end caps, 4 cable keys, one set of cable connector って書いてあるんですけど、これだけ入っててね、いくらだったかな ?63 ユーロとかかな。なんか日本円にしたら7500円ぐらいか。そうだね、そんぐらいだね。7500円ぐらいだわ。で、そんぐらいだったんだけども、7500円から7800円。7800円ぐらいかな ?8000 円はかかんないぐらいね。そんなもんなんだけどさ。これでさ、ケーブルいるかいらないかちょっと迷ったんだけど、でも8本ね、これ8本入ってるでしょ ?8 本入ってて、日本円にして8000円弱でしょ安いんじゃないと思って。ニットプロだしね。私の好きなこのカラフルなやつだし。いいんじゃないと思って、別にね、ケーブルは何本あってもいいしと思って、ケーブルは全部セット持ってんだけど、いや、何が問題かっていうとだね、これね、密林のサイトではね、60センチ、80センチ、100センチ、120センチって書いてあったのよ。で、私120が欲しくて、やったーと思って買ったわけ。でもいいんだけどね、別に120持ってっからいいんだけど、120もう一本あったらいいじゃんと思ってさ、ラッキーと思って。そしたらそうじゃなくて、ここにはさ、80が2本って書いてあるわけ。もう80センチこれで何本目よって話なんだけど、ね。だから自分でもうすでに持ってる普通のなんつうのワバリ用の、やつがね、多分使えると思うんだよね。だってニットプロだし、同じ会社だし、いや、多分同じ企画だと思いますよ。
そう思ってるんだけど、まあちょっとね、これ出してみようか。ね。80が2本。オレンジかな ?80 は。80オレンジだよね。そうよ、ほら。ね。80が2本。で、これ100が1本。で、これ60ね。もう一本私60持ってて、確かにそれもこの色だったわ。だから多分同じだと思うんだ。これはでもね、こんな4つもいるんかいっていう話でね。まあまあいいんだけどさ。いっぱい持ってるよね、これね。この止めるやつはまあいいけどさ、この針いらないよね、この針切ってね。ね、まあいいけどさ。で、まあちょっとこれを、はい。これ。ね。こんな感じで。これが一番、3.5 だっけ一番細いのね。セットで入ってるやつ。ね、3.5 ミリ。こんな感じですよ。ね。これちょっと買ったわけよ。ね。つまりね、アフガン編みでね、長ったらしいのをね、編もうって話ですわ。ね。だから、アフガンで長いのを編もうと思ったら、長いっていうのはその幅のあるものとかね、こう、なんつうの普通のアフガンバリに収まらないぐらいの長さを編もうと思ったら、やっぱりこういうの必要になってくるから。で、これが、アダプターアダプターにもついてるわ。これがね、針が。アダプターですわ。ね。何をつけるのかよくわかんないけど、伸ばすのこれ。紐伸ばすようなのかしら。ね。ちょっと、どれっていう感じでね、こうやって見てみると。多分そうだと思うんだけど。まあでもこんな感じでね、まあ使い方は、いやでもこの針をしまう、あれを一つ作った方がいいかもね。なんかほら、持ってたじゃん自分で作ったやつ。まあもちろん今も使ってるんですけど、まあ今から、そいつが出てくるわけですけど、ちょっとこれといて。で、これですよ。ね。これ。バッチコン入ってるわけです。全部ね。こうやって。ね。入ってるでしょね。これバッチコン入ってるのね。で、一応あるんですよ。120センチ持ってるんですよ。80。ほら。これ60ね。同じじゃない多分。ね。で、これ40でしょ ?80。ほら、100。120。ほら、120。これが使えるか。まあ、実際ね、今回ね、編もうと思ってるやつはね、120をまあいらないっちゃいらないんだよ。いらないっちゃいらない。100や OK。だから100を使ってやっていけばいいんだけど、ちょっとお試しでね、だから、ちょっとあれ100センチ。私100センチ持ってたっけっていう話で、持ってたはずだけど、あれ買ってなかったっけかね。ないね、100が。ないね。120じゃ、100、そっか。多分私はね、100をね、120は大を小を兼ねると思って120を買ったんだと思うんだ。だけど、まあこれで100センチがあったから、まあ逆にいいかなっていう感じで、100センチでしょ。じゃあこれ100センチ使っていこうか。ね。100センチを使って、これが100センチ。これや。100センチを使って、ね、今からちょっと編んでいこうかなと思うんだけども、ね。100センチ。で、100センチあれば足りるんだよね、今回ね。長さ、幅、100、そう、まさに100センチを編もうと思ってから、じゃあ100センチでいいわ。で、何をするかというとですね、今回はサロンの用の、マットを編みます。はい、編みます。で、これ出してきてるってことは、つまりアフガン編みで編もうということでございます。はい。で、どういう柄で編むかって言ったら、今回はね、そんなにね、難しい柄をやるつもりなくて、で、まあ、日本にいる時にあれ編んだじゃないですか。なんだっけブランケット。で、ブランケットをやった時に、こう、なんつうの普通のプレーンの編み方で、こう、戻りの時に糸を変えていくっていうね。あれね。あれでね、いろんな色を混ぜこぜで、やっていこうかなと。というわけでね、ちょっとね、今から糸用意しますんで、ちょっと待ってくださいよ。糸用意します。用意してないんかよって話だけどね。はい、糸をね、全部持ってきました。はい、糸。はい、こういう感じで、また、こう、全部映りきるんかいな。映りきらないと思うよ、多分ね。映りきらないと思うけど。ちょっと待って。こうして、
ね。あ、同じやつ2つ持ってきて。はい。こんな感じ。そしてさらに、こう保存してあるやつね。こういう感じ。こんなにまだ大量にあるんですよ。ね。プロモファンと、カチヤのプロモファンとファーマは、これは同じ糸ですが、小さいの大きいのだけの差でね。で、これ皆さん覚えてますでしょうか。この毛糸、そしてこっちも同じプロモファンの糸なんですけど、これで何作ってたかっていうと、ほら玄関のマット編んだでしょ。ね、あれと同じ毛糸です。はい。あれと同じ毛糸です。で、まずこのチビちゃんたちね、このね、こいつらを消費していこうっていう話でございます。で、さらにこちらもまだあるんで、こちらも使ってね、どんどん編み足していこうと。80×80 のあれがあるんですよ。テーブルがあって、ローテーブルがあってね、これね、こんな感じちょっと入れて、ちょっとボロボロと全部出してね、使っていこうと。で、80×80 のテーブルがあって、で、その下に引くんだけれども、90×110 ぐらいのサイズにして、で、それに縁をつけて、やったらちょうどいいぐらいなんじゃないかなと思ってて、そんな感じでやっていこうかなと思います。はい。で、この糸、基本的にはまあいろんな色があるんであれなんですけど、サイズね、まあ以前にも使ったものなので、あれなんですけど、太さとしては3から 3.5 ミリ。で、ファーマのやつは 100g で340メートル、100% アクリルでございます。で、ちっちゃい方のプロモファンってやつは、これの半分、ちょうど半分なんで 50g の、170メートル中毛糸になります。はい。100% アクリルのね、毛糸でございます。これでね、やっていこうということでございます。はい。というわけでね、3から 3.5 っていうことなので、ただ、アフガン編みなんで、ね、アフガン編みなので、ワンサイズちょっと大きいのにします。これは、なぜそうするかというと、ちょいとしたクルリン軽減のための策でございます。はい。クルリン軽減をさせようという魂胆で、ちょっとワンサイズでかめにゆったり編もうというね、そういうつもりでございますよ。はい。というわけで、はい。じゃあ、ちょっと片方にこれつけてね、これをつけて、そしてもう片方にこれをつけてね、外れないでねっていう感じでね、まあ大丈夫でしょう。あ、ちょ待って。まあいいか、大丈夫か。アフガンだからね。はい。はい。で、あれ、どこだ、ここか。これだ。これちょっと、キュッと締めて。キュッと締めて。これ本当でもあれなのよね。ちょっとさ、これ締めるのと締めないのとさ、やっぱり全然違うのよね。締めないとね、緩んでくるよね、やっぱり編んでてね。はい。こんな感じでございます。はい。で、最初、どの糸から編んでいくかっていうとですね、超迷うんですよ、これが。ちょっと待ってね。これが何色だ？これとこれ同じ色だよね。そう、同じ色。じゃあこれじゃない方がいいな。なぜなら最後、枠を編むときこれで編もうと思ってるからです。はい。なので、これではなくて違う糸から始めていこうと思います。これだな。これから始めていこうかな。ね。こんな感じで。こんな感じで。いや、別に使わないわけじゃないですよ。でも途中で使うと、端っこで使わずに途中で使おうという魂胆で。はい。じゃあね、この色、ファーマー。602番ね。602番の色から始めていこうと思います。はい。おもむろに始めます。で、いつも通りプランはございません。はい。色も適当です。で、今回は、非常になんつったらいいのかな。細かく。細かく、なんつったらいいのかな。一段ごとに割と交換していくぐらいの細かさでいこうかなと。はい。というわけでね、どれぐらい鎖編みをすればいいのかちょっと分かりませんが、一応、2、3、4、ちょっと待って。これで鎖編みって超大変。違
違うのでやるわ。4ミリって何号？はい。というわけで、4ミリは7号。はい。というわけで、最初はこれで、こっちで編んでいこう。ね。1、2、3でしょ？ 4、30目でだいたい今ね、14センチね。で、どうせちょっと拾ったら縮むんだよね。うん。だから幅が90センチ。ね。90センチですよ。ね。で、これが今14センチぐらいだから、これの1、2、3、4、5、6倍を編まなきゃいけないのよね。30の6倍で、200目ぐらいあったらいい感じかな。はい。200目ぐらいあったらいい感じかなっていう感じなので、じゃあとりあえず200目までちょっと編んでみようと思います。ね、大体でいいんですけど、大体90センチになればいいんで、あ、数えるの忘れちゃった。97、98、99、100。これで200だわ。これで200だわ。ちょっと待って。これで200。はい。はい、これで200。これちょっと止めといて、ね。ちょっとこれで止めとくわ。これで、ちょっと今のところこれの長さをね、ちょっと半分にして測ってみようか。何センチになるかな。で、これで40、だいたい7センチかける2で50、違う、194。94でしょ？ 94 センチ。もっと縮みそうだな。もっと縮みそうだな。90センチ。90センチ。でもそんなもんかな。ちょっと待ってね。確認。90、48か。48。あ、こんなもんでいっか。ね。ほんのりちょっと大きくなればいいわけよ。90センチでしょ。80センチの幅で90センチことか5センチ5センチで、さらにまあ編んでみねえかんね。はい、ちょっとねライトの方向を変えました。日がねちょっとね陰ってきたんでね、もしかしたら見づらいかもしれないけどすいませんね。はい、はい、じゃあこれで拾ってきます。でなんだ、アフガン編みの場合は立ち上がりませんから、これでもう最初の一目立ち上がってるのところと一緒になるんで、でこれで1つで次2つひっくり返して裏目を拾ってきます。アフガン編みはね、アフガン編み。じゃあこれでちょっと全部この目を拾っていこうと思います。はい、ゆったりと拾っていきたいなと思ってるんですけど、さあどうでしょうか。とりあえずじゃあ全部をまず拾っちゃいますね。いいっすね、この針使いやすいかなと思って買ったけど、私が普通に使っていた日本でねほら書いた時に使っていた針は先っちょが結構やっぱり丸くって、でまあこうやってね入れるのにもちょっと苦労するんですよ。うん、でもさすがねニットプロですね。先っちょが結構とんがってるんで入れやすいですわ。うん、ダブルフックを買ったでしょ。ダブルフックのアフガン針をね、あれもまあこんな感じでこうなんていうの先っちょがとんがってるんだけれども、それよりももっとこうなんていうの頭がとんがってるかもしれない。とんがってるっていうかなんだろうな、細いのかな、感じが細いっていうか細長いっていうかなんちゅうか、まあ編みやすかったらいいななんて思ってちょっと丁寧に一個ずつ、じゃあ時間をかけてこれ先長いですね拾っていこうと思います。200ですから、200ありますから200目です。はい、はい、というわけで200目なんとか全部ね拾ってきましたよ。でとりあえず一番最初の段ね、ここね1往復するね、この段はこの色で戻って、でもう一回この色で拾ってって、次から色を変えていこうと思います。とりあえずここはまず1つ引いてから、であとは全部2つね、2つで戻っていくとね、2つずつ引いて戻っていくね。これをずっとひたすらと、200目をやってきます。まあここはね大したあれもないんでもうどんどんいっちゃおうかなと
思うんで、とりあえずこれはずっとこうやってね、2目ずつ2目ずつ、ちょっと待ってね、針のね位置がね、ちょっとね、針の位置がいいところに来てないとなかなか綺麗にっていうかサクサクと進んでいかないんで、それに慣れるまでちょっと時間がかかるかもな。いや、編んでいたんですけど、一段ね、やっぱ1本じゃ無理かなということで、ちょっとほどいていこうと思います。編んでみて、こうなんていうのかな、やっぱりマットにするにはちょいと厚さが足りない1本じゃということで、2本にして編んだ方がいいかなということで2本にします。はい、最初からやり直しということですね。はい、はい、さあということで、いくつで編んでいこうかね。ということで、じゃあ9号かな。9号、10号、9号、9号で。というわけで、そうなるともちろんこっちもはい付け直しでございます。こっち 5.5、 あんまりやりたくないけど、まあちょっとしょうがないね。2本取りでやっていこうと思います。はい、そうするとね、何センチになるのかよく分からんけど、まあとりあえずやってみるしかないわね。はい、これで、はい、じゃあこれで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、はい、30目でちょっととりあえずね測りますよ。30目、30で19、いいんじゃない？ 19、20、5倍、35、35、150、はい OK です。じゃあこれ150目ですな。で30でしょ。30、31、32、33、34、46、47、48、49、50、はい、これで50あげました。でどれぐらいあるかっていうと、今ちょうどこのテーブルが80がね、言ったらねテーブル80なんで、今ちょうどね1メートルぐらいね、これはだから拾っていったら9センチぐらいになるんじゃないのということで、はい、拾っていこうと思います。はい、じゃあこれちょっと拾ってきますよ。1ね、1、さっきと同じようにひっくり返して2本取りなんでね、ちょっとね割れなきゃいいなと思ってて、なんていうの、毛糸、この2本取りが難しいというよりも、もう1本だけでもねちょっとね割れやすいっていうか、引っかかりやすいっていうか、なんちゅうか、まあいいや。でもまあ太ければ太いほど拾いやすいんで大丈夫かな。さっき細いからね1本で取ってた時に結構割れたりとかしてあれだったんで、まあでもちょっと150じゃこれで普通に拾っていこうと思います。さっきより時間かかんないかな。少ないっていうのもあるけど拾いやすいからね、太い分。まあ2本だけど、2本だけどまあ頑張ります。はい頑張ります。いや結構眠いんだよ。なんて言ったってほら時差ボケだからさ、時差ボケが残ってんからね、もうね今ね夜のね10時半なんですけど、結構眠いっす。結構眠い。はい。だからねあれですよ、これ拾ったら今日終わりじゃないかな、撮るのはもう寝るよもう寝るよっていう感じで、でもなんかちょっとでも進めておきたくて、なのでちょっととりあえずここまでやっちゃいますけど、なのでね、さっきやったようにこういう拾ってるでしょ。150目ね、150目拾ったら
一段編んでいっちゃおうと思います。はい。さっきのところまでね、一気にやっていっちゃおうと思いますよ。はい。というわけで、おはようございます。はい。おはようございます。はい。朝なんでございます。はい。朝なんですけど。ですね、朝なんですが、いきなりね、1週間ぐらい経ちましたかね。いきなり1週間ぐらい経って、まあ、どん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 、マットの方もね、編み進みまして、最後の、仕上げにもうすでにかかろうというところまでつい編んでしまいました。はい。つい。いや、ついっていうかその理由実はあるんです。それは後でお話ししますけれども。なので、まあ仕上げに入っていこうかなっていう感じなんですけど、まあお見せしなきゃいけないんですが、その前にです。はい。やることがあります。はい。何をやるかって言いますとですね、はい。こちらです。というわけで、はい。今日ご紹介するのはですねいや、なんでいきなりそこから入るんだって、もう、だってやっとかないとこの後またできなくなるからね。理由は分かってんだ、私はね。というわけでね、今日ご紹介するのは、はい。昨日のね、昨日のプレミア公開で、プレミア公開っていうか昨日出した動画、前回の動画で言ってたと思うんですけど、次はおやつコーナーやるぞと。ね、おやつね。おやつタイム。今日いきなりおやつタイムやってることになるんですけどね。まあ、動画的には違いますよ。動画的には真ん中に入ってるんだけど、いきなり朝からおやつタイムです。はい。というわけで今日ご紹介するのはこちらです。こちら。焼きモンブラン。日本から持って帰ってきました。はい。焼きモンブランなんだそりゃ。もうご存知の方はご存知だと思います。これ、作ってる会社。はい。10万石です。はい。10万石さんでございます。はい。10万石副菜屋ということでね、10万石で出してるこの焼きモンブランっていうお菓子なんですけど、はい。これをね、ちょっとね、これほら、ね、12月30日までなのね。12月30日。だから持って帰ってきたんだけど、これをちょっとね、今日ご紹介しようと思いますよ。はい。開けていこうと思います。はい。なんだ焼きモンブランってね。でもご存知の方はご存知だと思います。はい。開けますよ。これ開くかな。開くかな、このまま。ね。これ美味しいんだよ。ね。どんなものかっつったら、モンブランの焼いたやつ。ちょ、待って。ハサミが必要だ。ハサミで開けますよ。はい。ね。ちょっと。はい。ね。ちょっと、こうやって貼ってみますよ。こう。貼っといて。貼れない。剥がれちゃう。はい。焼きモンブラン。はい。どんな感じなのか。こんな感じでございます。はい。こんな感じ。はい。いやー、今日もね、天気悪くてね、午前中からね、ちょっと、光の加減がちょっと、あれだから、また見づらいことになってるかもしれないけど、なんだろう。なんか書いてあるかな。ちょっと説明書いてあるよ。説明読もうか、じゃあ。ね。はい。読めません。はい。はい。蜜漬けした渋皮付きの栗を焼き栗ペースト生地で包み焼き上げました。栗のほっくりした味わいとしっとりとした仕上がりが贅沢なケーキです。あった。ここからお分けください。書いてあった。年取るとこういうのって分かんなくなるよね。まあいっか。まあいっか。なんかさ、どっから開けるかとか分かんなくならない？昔ね、よくお父さんとかお母さんとかなんで見たら分かるじゃんって思ってたけど、年取ると分からなくなるもんだねってね。はい。ちょっとこういうね、パッケージの感じ、ちょっとこうやってね、こうやって映ってるかな、ちゃんと。はい。というわけでものです。こんな感じでございます。はい。なかなかね、これですよ。なかなかちょっとね、お上品な感じなんですよ、これ。これちょっと、じゃあね、早速ね、まあこんな感じなんですけど、これ、栗でございます。はい、栗。じゃあいただきます。はい、いきなりいただきます。ちょっと待って。ちょっと待って。このまま食べると、喉に詰まる系だから。ちょっと。ちょっとお紅茶で喉を潤してから。はい、いただきます。はい、いただきます。
この周りが。これはねあれです、ペースト、本当に普通の作った栗のペーストってあるじゃないですか、伸ばしたやつね、栗を潰してね、それを周りにまとって焼いてるんだけど、中はだからなんていうの、栗をあんこみたいにした感じの、全然違うんだけどね、あんこと一緒か、あんこと栗のこのブツ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 したやつが混じってるのを真ん中に入れて、周りを栗ペースト、ボロボロこっちゃな、栗ペーストで包んで焼いてる、小麦粉とか全然使ってないんだけど、そんな感じのお菓子でございます。はい。真ん中はだからね、和風なわけですよ、これ。和風なわけよ。あんこと栗だから。で、周りは栗ペーストを巻いて焼いてるわけ。和洋折衷だよね。和洋折衷だわ。これ別に初めて食べたわけじゃないんだけどいや美味しいんですよこれ本当に。これはね、うちの家人にも非常に受けがいいお菓子でございます。はい。でもこれあれじゃない？別に季節限定じゃないと思うんだけど、多分10万石さんで年がら年中作ってると思うんだけどね。どうなんだろうね。期間限定ってわけじゃないと思うんだな。なのでもしお近くに、埼玉とかいらした時にはお近くにいらした際にはみたいな見つけた時にはね、これね食べてみたらいかがですかっていう感じでね、これ本当に美味しいです。はい、美味しかった。じゃあ編み物を続けていこうかな。まずそれには見せなきゃいけないね。というわけでちょっと手を洗ってこいと思います。はい戻ってまいりました。はい、というわけでですね、だからサロンのリビングのマット、どこまで進んだかっていうのをちょっとまずお見せしたいと思います。はいね、編み始めたばっかだったじゃないですかね。編み始めたばっかのところからちょっとね、ゆるりとお見せしていくと、こっちか、逆やな、こっちや、こんな感じでね編み始めたね。相変わらずくるりんってなるんだけども、相当なんていうのかな、くるりにならないようにゆったり編んでるんだけど、それでもくるりになっちゃうからねこれね。だけどもう開発しました。どうやったらくるりにならないか開発したので、縁の編み方ね、今回こそうまくやってみせますよ、前回と違ってね。はいはいこんな感じで編み始めたわけです。色ねこれね、何をコンセプトって言いますか、何を思ってこれをねこういった感じで編んでるかっていうと、要はこれカチヤのねアクリルの毛糸を使ってるわけですね。でアクリルの毛糸を使って、前回、玄関マットを編みました。で今回はリビングのマットを編むんですが、同じ毛糸を使って編んでいくんですが、その毛糸を大量消費しようという魂胆でもあります。というわけで持ってるものの、合わせられる色ほとんど、使ってない色はね2色ぐらいしかないかな。それ以外の糸を全部使って、どんどん消費していこうという魂胆で始めました。だからこのねキラーンとした色もちょっと使ってます。はい、使ってます。でもね意外とね大丈夫なんですよ。こんな感じでちょっと幅があるの折ってますけど、はいこんな感じでどんどん編み進めまして、どんどん編み進めまして、こんな感じでね。まだ編んでんの？そうよ、ずっと編んでんのよ。そうでこれだからね、なくなるまでっていうことなので、もうなくなっちゃった毛糸とかもあるわけです、この辺で。なので色がね少しずつ雰囲気が変わってきます。変わってくけど基本的には変わりませんが、編み方がずっとプレーンで編んでるんで、だけど色の感じはちょっとずつね、こういう茶色系が最初になくなり、そして黄色系もそのうちなくなり、白系になっていくので、雰囲気が少しずつ変わっていくんですが、というわけで最後ここまで来ました。ここまでね、こんな感じで今、幅が85センチぐらいで、長さがですね今ね100センチぐらいなので、そろそろやめようと思う感じでここまで来ました。ここまで来ました。どうでしょうかね。ちょっとずつ色の雰囲気が
変わっていくかもしれませんが、まあでも後でね全体像お見せしますけど、もちろんね終わった後にね、だけど基本的に使っているはそんなに変わってないんで、雰囲気はそんなに変わんないかと思います。なんとなく色の濃淡がある感じだけでね、でこんな感じでここまで編んできたので、最後ね、これ糸っていうかこの紐変えました。120センチのにしました。やっぱりなぜかっていうとですね、これもまた理由があるんですよね。100でさっき編んでたけど、前はね100で編んでたんだけど、100で編んでるとこれをつけなきゃいけないわけですよね、じゃないとこれボロボロ出てきちゃうから。だけどこれつけてるとカチカチ当たってうるさいんだよ。なので編む時はこれを外します。でこれを外してね、だけど120センチあるから抜けることないんですよ、こっちから。長さが十分あるんで。なのでちょっと揺れたわ、ごめん。だから長さがね120センチあるんで抜けることないんですよ。なので抜いてしまいましたっていうか、なんつうの、この黒いのをつけないでももう全然余裕で編めるんで、なのでそれでね、これ見てほしいんですけど、基本的にこっち側で全部ね、こっち側左側で糸を描いてる。だけどあれ糸ボロボロ出てないじゃん、どういうこと？全部こうやってマジックノットで全部つなげてるんです。つなげちゃうんです。ぴったりで糸が変わらなくったって別にこんな感じで編んでるんで、そんなに違和感ないわけですよ。なのでただどうやってやってるかっていうとですね、最後のこの色、これもう終わりなので、どうやって糸を描いていくかっていうとですね、それだけちょっとお見せしましょう。からくりです。一回ここまで編みます。そうすると大体ここまでだってわかるじゃないですかね。そうするとこの分大体なんとなく3、4センチぐらいを見て、こうやってちょん切ります。ちょん切ります。でそしたら一回ほどくですよ。ほどいて、で3、4センチこのぐらいで変えていけばいいっていう感じで次の色を足していきます。で次の色、この色入れていきます。最後の方にこんなデーハーな色を。いやでもこれとあともう一回入れるかな。ちょっと待って、これじゃない、ちょっと待って。いや入れるのはいいんだ。すいません、いいんです。これでこれで入れていきます。これ赤入れて終了にしようかな、それとももう一回青入れようかななんつって迷ってんだけど、青がもう終わりだから何ブツブツ言ってんだ。すいません。でこうやって通して止めてこうやって止めて、でこっちも止めて、でこれで止めると少しぐらいずれたって大したことないんですよ。いいのどうせそんなに分かんないから。でこうやってやったら端っこはもう一度編み直すんだけど、これここ刺してここ引っ掛けて二重にしてでこれを引っ張るとそうするとこうなるわけで、ほっといて、これはまだ今使わないから。で次この白、もう黄色っぽいのがなくなっちゃったから白ですわ、最終的には。でこうやって普通に編んできゃいいだけでいいんですよ。で次こういう戻ってきたら今度こっちを編むっていうそんな感じで、こうやってやっておけばバラバラ出てこない。でこれが別に私後でこれあれですよ、縁はちゃんとやるんですけど、こうやってまた縁作るんですけど、作んなくても別に良さげじゃない？これって作んなくても、私作ろうかなと思ってるんだけど、作んなくてもいいかなってちょっと今思い始めてる。あんま目立たないじゃないやっぱり。だからお好みなんですけど、作んなくてもいいかな。作んなくてもいいかこっちだけこのくるりんちょをちょっと軽減させるためにこっちだけちょっと両脇だけ作って、これ全部は作んなくてもいいかなっていう気になってきてますね今編んでて変わるからそうでここまでもうずっと同じ調子で編んできたわけです。
ちょっと待って、暖房が。はい。すいません。で、なんでね、こんなにね、編んできちゃったのって。なぜかというとですね、ちょっとここら辺でまた話をしようと思ってるわけですよ。ね。話をしながら編んで取るとね、むっちゃ時間かかるんで、もうこうやってね、同じことをずっと繰り返した編み物はね、別にその間ずっと編まなくてもいいかなと。うん。で、編んでるので取らなくていいかなと。うん。で、こうやって単純な動作なんで、で、最後あたりでこうやってなんかベラベラ喋るかなっていう感じなわけですよ。はい。というわけでですね、何を喋るか。もういろんなことを混ぜこぜで喋ります。まずですよ、まず。来年の2月にある某所で行われる、体育会運動会ね、世界運動会世界で、ね、世界規模の運動会、一番世界で大きい運動会ね、冬の運動会、あれなんですけど、日本が一応政府関係者政府要員の送るのをね、やめますよということで発表したわけですけど、まあ遅きに、死したっていう感は拭いきれませんが、でも外交的ボイコットという文言を使わないのどうのこうのとかつって言われてるけど、いや文言はどうでもいいんだと思うんですよ。政府のね人間をね送らない、それで別にいいと思うんですよ。別にそれで外交的ボイコットっていう言葉を使わないっていうのは関係なくて、でもその理由ですよ、問題はね。それなんで送らないかっていう理由が重要で、表向きに発表する理由が重要でね。でそこで外交的ボイコットなんて言葉はどうでもいいわけで、でだけどちょっと納得いかないのはさ、ちょっとさ森、元首相ね、吉郎元首相ね、この人はもうだって政界引退してるから、だから、政治家ではないのでもうね、現役のね、なので別に送ってもいいと思うんです。であと山下選手ね、柔道のね、それもまたあれですよ、いいんですよ。だけどさ、ちょっとさ、橋本聖子さんね、東京、オリパラ組織の会長ですよね。それちょっと問題じゃないと思うわけ、やっぱり。だって参議院議員ですからね、彼女ね。一応議員さんなわけです。国会議員で政治家なわけですよ。そこちょっとあれなんじゃないってね。向こうはだから日本はさ、ちょいと外したつもりなんだろうけどさ、政府関係者じゃないからっていうことでね。でもここがやっぱりその日本のそのなんていうのかな、あれですよね、C 国に対するその曖昧なその態度にしておくっていうところの表れだと思っててね、やっぱりね。パスッと政治家はもう誰一人と送らないっていう風にしといたら潔かったものの、あえてそうやってなんかちょっと微妙な感じのところで残すっていうその曖昧さ、そして送らない理由をはっきりとその人権侵害、C 国がやってる人権侵害についての抗議だっていう意味をそのなんていうのかはっきり言ってのね、それに対する処置として送らないっていうふうにはっきり言えばいいのに、あとこれさ曖昧な感じでしょ。人権を、尊重するそういう社会をこうC 国さんには、お願いしたいみたいな変ななんかそういうさ感じのさあやふやなさ、そういうのはさなんていうの、人権はやっぱりこう守られるべきだから、そういう世界をC 国さんにも作っていただきたいなみたいな、なんかそんな感じのさ、なんか中途半端なさ宣言っていうか中途半端な文言っていうのか、でね、なんか総合的に勘案して総合的に勘案して、適宜、しかるべき時にみたいな感じでね、独自で判断するって何を言ってんだって、ずっと言ってんけどさ、要はさ私たちがさその決断力がない人に対してさいろんなことをね総合的に見て、でバスッとなんかそこでは決めてほしいっていう思いってあるじゃないですか。やっぱり総合的っていうのは大事だからね、ある意味ね。だけど総合的っていうその総合的な観点がちょっとずれてんから困るんだけどさ、ね、そこの視点っていうのなんつうの、その軸がずれてるっていうのかな、私らが考えるさ、軸がずれてんから、だからそこがずれてんから総合的に見たってそれが本当に総合的っていうことになるのっていうその軸自体がずれちゃってるからこう違和感を感じるわけだけれども、私なんかはね。でさ総合的に見て適
適宜、要は適当な時に適当な、タイミングでみたいなね。でなんかそれで独自で判断ね、周り見てね、周りの国見て様子見て決めるなって言ってたくせにさ、それでなんかこう批判が来たからさ、独自で決めるなして、当たり前じゃん独自で決めるなんてね。独自で決めるなんてわざわざ宣伝しなくたって、本来だったら独自で決めるべきことなんですけど、でそれでさ決めたはいいけどさ、まあ中途半端なっていうか、なんともメッセージ性の低いね。ほいでいてあれでしょ、その前にさ、ほらあれが通らなかったじゃないの、非難決議ね。どこにもC 国の、に対するっていう感じの文言が入っていないタイトルの非難決議もなくて、決議何それみたいな、何を決議するのってよくわかる。人権状況をなんだっけ、人権状況を要はだからいろんな言葉を省いて言うとさ、人権状況を決議するっていう話になってるわけ、内容の文章ってね。おかしくない？日本語としてっていう話なんだけど、人権状況を決議する、意味わかんないんだけどみたいな。であれもさ、でも結局さ、あんなものふにゃふにゃのなんていうのかな、骨も肉もなくなった皮みたいな、あんなね決議案をね決議されても何の意味もないから、別に私はあれで流れてある意味良かったとは思ってるんですけど、だってね去年じゃない、今年の6月に通そうとしたのからだいぶあれですからね、トーンが下がってますからね、やっぱりね。あんなの決議されても困っちゃうんだけどさ。ほいでさ、なんだ、シシが言ってたじゃない、なんか決議じゃないや、なんだっけ、政府でまだその外交的ボイコットするのしないのとかっていうところ決めてないのに、国会側がそうやってなんていうのかな、決議決めちゃっていいのかみたいな感じで、タイミングの問題とかって言ってた。内容はいいけどタイミングの問題、何を言ってんだって話でさ、ほんなら関係ないじゃん。だって政府が何やろうが、国会の方がさ別に押したっていいわけでしょ。政府がこれやれよっていう感じで国会が押したっていいわけでしょ。だってあなたたち国民の代表じゃないのって話で、別にそんなの順番なんかタイミングなんて気にする必要ないわけですよ。ほんならタイミングとかっつって、でそんなこと言ってる間にさ、国会終わっちゃったでしょ。国会終わって、で国会が終わった後に政府はそう言ってさ、外交的ボイコットっていうかね、そのなんていうの、政府の要員は送らないっていうのを決めてね、もう全部仕組まれてるわけですよ。だからタイミングと言いながら、どうせ国会閉めた後にどうせ決めるんだから、そしたら決議案出さなくてもいいだろう的な、もう全部仕組まれると思ってるわけです。あれ見てて私はね。タイミング、国会が閉まるの待ってたでしょ。そうね、政府がどうのこうのと言いながら、政府が出すのはどうせ国会が閉まった後だから、それを理由にしておけば今期国会中には、決議しなくてもいいみたいなね。これで逃げたわけですよね、結局ね。私にはそういうふうにしか見えないっていうかね、もう全部だから仕組まれてるわけです、タイミング的なことも。私的にはですよ、私が見てですよ、思う感じなわけですよ。何言っちゃってんだって話でね、もう本当にダメだよね。だからね、ダメっちゅうかさ、もう忖度しまくりじゃん、あんなの。だってさ、日本国民に忖度しろよってね、なんであっちに忖度してんだって話だよ、本当にね。本当なんかあれだね、人の話聞くとか言いながらさ、なんつうの、人の話って、その人っていうのは誰の話聞いてんのって、国民じゃないよねっていう、少なくとも。これでさ、ほら言ったじゃない、この前の動画の中でね、大学生ね、受験文科省がさね、尾身のさ、濃厚接触者がさ受けさせないみたいな話になってさ、であれもなんか受けさせないけど、措置としてね、その救済措置として、その大学にその別の日にね、その受験日を設定して、やってもらうみたいな、そんなんできるわけないじゃん。だって各大学がね、大学頼みですよ、そんなの。無理に決まってんじゃんね。ほいだらさ、やっぱり批判がさ高まったからさ、考え直すっていう話になってるわけでしょ。もう一時が万事全てがそんな感じ、今の、岸田政権ね。ね、頭悪いのかな。でもあれか、ずっとだからさ、同じ官僚が動いてるからさ、みんな頭悪いのはしょうがないんだね、なんかね。なんか国民がこう考えてる、こうしたらいいんじゃないかっていうことと乖離したさものを出してきてさ、ほいでさ、批判が出ること考えてないのかっていう感じで、出たらあわわわっつって変えるわけでしょ。ほいでなんか岸的にはさ、なんかさあれじゃん、なんか官僚が勝手にやった的な感じでさ、知らんかったみたいなさ、実際そういうとこもあるんですよ。例えばその国交省がさ、ほら尾身が出てきた時にさ、ようやく
ね、国際線の予約を取らないみたいな、あれも批判出てさ、なんだ日本人を締め出すのかっていう話になって、でもそんなことは無理だっつって後で撤回したわけよね。でもあれもさ、結局さ、なんか国交大臣すら話聞いてなかったみたいな、その官僚が勝手にやってるみたいなさ、そんな一面もあるわけよね。で実際にそうなのか、それとも白切ってるだけなのかよく分かりませんが、でもなんかキッシーもなんかさ、俺はそんなこと知らなかったみたいなさ態度取ってるみたいでさ、そうなってくるとさ、いや知ってるはずなんですけどね、報告絶対上がってるんで知ってるはずなんですけど、全部報告を理解してなかったかね、知ってて知らないふりしてるのか、それとも報告を全て理解してなかったか、どっちかだと思うんですけどね。それでなんかそんな感じでさ、知らんかった、ちゃんともっと考え直せみたいなこと言いましたみたいなさ、なんか最初からさ、ちゃんとさ、そういうさ報告上がってるはずなんだからさ、そこのとこでさちゃんとチェックしろよって、チェック機能がまず働いてないし、これはちょっとダメでしょとかね、言う人も周りにいないのかね。だって自分でそうなんていうのかな、ダメでしょって判断できる頭もないっていうのが露呈してるわけなんだけどね。でもそんな感じだからさ、やっぱりさ、ちょっとこの政権はやっぱりダメだねっていう、本当にもうまあそんなことはもうあれですけどね、ちょっと前から分かしたことですけど、いやもうだからね、もう来年に対する希望切望することは、さっさと退陣していただいて、でサクッと高市政権誕生中ね、そこを狙っていきたいなと思うんですけど、それが私の来年のあれかな、希望かな、一番の希望だね本当にマジで大運動会もねどうなるか知らないけどさね、私は冬のね運動会好きなんで、ただやる場所がダメだよねっていう話でね、だいたい雪降んのかよ、そこだよねそこもあるよね。ほいでさ、で日本はそうやって曖昧な中途半端な感じで送るの送らないの、送らないそうね。でも経済界も満足してる、あちらさんの、シーコクさんも満足してるってことであれば、満足してるらしいから、この日本のあやふやなこの感じで。ということはいつもの弱腰外交っていう話なんでね、全然なんか潔さもなければ、パリッとした感じもしないいつもの日本っていう感じなんですが、それでねじゃあ、各国どうなってるんですかっていう話ですよね、やっぱりね、そこら辺でよその国が言う人いるけれども、じゃあちょっとそれ知らないよ、よその国は知らないよ。よその国は私もよく分かりませんが、はっきりね送らないとね、で選手も送らないことを考えているということを表明している国もありますが、フランスはどうでしょう。フランスは、C 国さんとはズブズブなので、日本のように、外交的ボイコットっていう言葉はまず使いませんね、絶対に使いません。無理です、言えません、フランスは。でフランスもかなり浸透されてますしね、ハニトラマネトラ、日本にも勝るにも劣らずみたいな感じでね、お盛んなので、相当やられてますよ、フランスも。なのでご安心ください。そういう意味、そういうんじゃないご安心しちゃダメだそこでみたいな。だけどそんな感じなんですよ、フランスも結局ね。なのでちょっとこれでいいかな。ちょっと待ってね。これで終了にしようかな、最後。はい。これで終了にしていこうと思います。じゃあ白で最後締めようかな。ちょっと待って。白。こっちで締めます。こっちの色で締めるので、ちょっとここ糸変えよう。で、赤はもう終了なので、赤は切って、白をやめて、はい、ジャキジャキ。はい、これでつながりましたよということでね。で、これでこれで最後終了ですわね。この色で終了していこうと思うんですけど、そうでね、フランスがどうなるかっていう話なんですわね。フランスがどうあれしているか、対応しているかね。外交的ボイコットなんていう話はね、まずできません。フランスはまずできません。ズブズブです。ズブズブなのでまずできません。そして次のちょっと待って揺れるね。ちょっと待ってね。はい。で次の夏の五輪の開催地はどこでしょう。パリですね。
はい、パリなんですよ。だから難しいんですよ、政府高官を送らないっていう。そう、次の開催地ね、夏のオリンピックね、パリなわけです。つまり政府高官を送らないっていうのがね、難しい立場なんですよ。それもあるんです。だからフランスにとってはちょっと厳しくって、だから次の開催地であるフランスは外交的ボイコットはしないという決断に至ってるわけですよ。ただ一応ね、いろんな文化人とかそういうところからいろいろ非難合々のね声は出てるっていうわけでございます。はい。でそれがなくたって、ないとしてもフランスも態度を明らかにするの難しい国の一つだと思いますね、やっぱりね。やっぱり経済界もね、フランスもうるさいですし、かなりズブズブなんで、ドイツと同じくね、ドイツと同じくズブズブなんで、なのでいや難しいんじゃないですか。中途半端な感じだと思いますよ、結局フランスも。しかもだってほらね、流行り病もひどいことになってきてて、しかもね今ね流行り病がね中国で増えてるってニュースが出てきてるけどね、で西安ではロックダウンね、外出禁止、1300万人の人が外出禁止ってなってるけど、いやちょっと待って本当にあなたそれ今のいわゆる流行り病だと思ってるっていう話でね。っていうのは一応だから流行り病っていうことで占めてるように思われてるけど、流行り病100人単位しか出てないんですよ、西安。なのになんで千何百人も1300万人もいる都市でなんでロックダウンっていう話でしょ。これがまたね、1週間2週間、いやだいぶ前から聞いてるよ。でもその話は去年からあったよ。去年からあったんだけど、あんまり大きくならずに、でも今年も出てきたっていう話でね、言われてるのがね、これなんだろう、あれかな、大丈夫かな言ってね、